おはようございます。おはようございます。暑い。やばい。今日も猛暑ですね。溶けそう。今外41度。ここが32度で、外の日向42度。やばいじゃん。こんなことになってるんですけど。人を超えたね。本当に。人の体温を超えた。猛暑日なんですが。今日はちょっとこれから鎌倉までドライブとかちょっとお買い物に行こうと思うんですけど。嬉しいな。今日はねキャンプじゃないんですけどね、はい、この夏キャンプとか車中泊で結構使わせてもらってるのがポータブルエアコンスポットクーラーなんですけど、特にこの車の車中泊ではこの間の連休とかも使わせてもらったんですね。で今回の動画は、いろんなポータブルエアコンを今まで使ってきて実際どうなのかっていう、本当にクーラーとして車の中で使えるのかっていうのをちょっとね動画にしてみたいなと思って、撮っております。はい、僕らが今までいろんなタイプのポータブルエアコンを使ってきたんですけど、去年とかは家でも使うようなでっかいスポットクーラーを使ってみたり、逆にねだいぶ軽量コンパクトのスポットクーラーを使ってみたりしたんですよ。でその去年使ってたでっかいスポットクーラーとかは冷房能力っていうのも 2.5 キロぐらいあったのかな。だからスポットクーラーの中では、ほぼ最強クラスのエアコンを去年使ったりしてみて、で今年はちょっと小さくして、パワーを落としたやつを、お仕事絡みとかもあるんで使わせてもらったりしてたんですよね。例えば今日みたいな猛暑の中で断熱が万全ではない僕らみたいなバン、キャンピングカーとかは別ですけど、断熱がすごいしっかりしてるから別だと思うんだけど、普通の車って夏の日中めちゃくちゃ暑くなるじゃん、50度とかになるじゃん車内が。でそこからポータブルエアコンで冷やそうっていうのは 2.5 キロとかのパワーがあってももう冷えないんだよね。火の力の方が勝ってしまう。太陽の力とかこの鉄が熱せられて熱くなったものをもうその能力では冷やせないっていうのが結論です。でじゃあ車のエアコンってエンジンかけてさ、車のエアコンつけたら冷えるじゃんっていうで僕も思ってたの。ってことはポータブルエアコンでも冷えるんじゃないのっていうふうに思ってたんですけど、いろいろ調べてみたら車のエアコンって冷房能力が4キロとか5キロとかあるみたいで、去年使ってたポータブルエアコンの倍ぐらいの冷房能力が車のエアコンにはあるみたいで、だから冷えるんだって。むしろ家とかについてるエアコンよりも車のエアコンの方が強いっていうぐらい車のクーラーっていうのはすごい効くんだって。だから冷やすことができる。ものすごい日差しの中でもコメントとか質問とかでいただいてたのは、ぶっちゃけ冷えますかみたいな、っていうのがやっぱり多いんですね、ポータブルエアコンのご質問。でもやっぱり高い買い物だから気になるじゃないですか、冷やせるのかなっていう、ぶっちゃけどうなのかっていう話をすると、もう40度とか50度の車内を冷やすことは厳しいかなと。たださっきも言ったみたいに断熱の効いてるキャンピングカーとかだったらある程度冷やせると思います。熱が入ってこないし、熱が逃げない構造になってるから、まあ家とかもそうだと思うんですけどね。なんだけどこういう普通の車で使いたい方っていうのはバチバチに熱くなってしまった車の中を冷やそうっていうことじゃなくて、僕がたどり着いた結論は、この車で使うとしたら冷やすんじゃなくて、まずこう走ってさ、車で走りながら車のエアコンを使って、それだったら冷えるから、目的地まで行きます。で着いたらまだ車の中が冷えてる状態ですぐカーテンだったり、遮熱のシェードをして熱をねできるだけ入らないようにする。その状態からポータブルエアコンを回して、その涼しい温度をできるだけ維持するみたいな、っていうのが一番ベストな使い方かなと思いました。なるほど。あとは日が落ちてからの使用だったら冷やすことができるかなと思ってるので、太陽のね熱が入ってこないというか、どんどんこう
熱くなろうとするパワーがない状態だから、うんポータブルエアコンのパワーでも十分冷やすことができるんじゃないかなと思ってます。はいはい、なのでじゃあどれぐらいのパワーのエアコンを買えばいいのかっていうと、車の広さとかにもよるし断熱具合にもよるとは思うんですけど、僕らがたどり着いて今使わせてもらってるのがこちらです。冷蔵庫とかでも使わせてもらっておりますイーノーのポータブルエアコン PA600 という型番なんですけど、このサイズ結構いいんじゃないかなっていうサイズ感なんですよ。去年使ってたはいでっかいやつよりは半分以下だよね。うん確かにね、もちろんそれよりはパワーは少し劣るんですけど、冷房能力が 1.758 キロ、2キロちょっとないぐらいで、はい去年使っでっかいやつのでも半分以上のパワーはあるかなっていう感じのエアコンなんですけど、これをもう実は何泊か使わせてもらってて、はい今回はもう使ってみて、これぐらいが僕らにちょうどいいかなっていうのでちょっとご紹介をさせてもらってます。機能は冷房と除湿、はい送風、あとナイトモードってなんか静音モードの冷房がついてるんで、結構除湿ありがたくない？ありがたいね、夜寝る時とか一回除湿してから寝ると全然快適感が違うから、除湿モードを結構使わせてもらったんですけど、あとナイトモードね、気温を高めに設定してできるだけ静かに運転するっていうのを使いました、夜はね。はい一応なんか広さで言うと6畳用みたいな書いてあるんだけど、ぶっちゃけちょっと6畳は足んないんじゃないかなと思ってるんだけど、意外とこう持ち手があるんで、そんなこうね、ことでこれ今ここについてるのはドレーンホース、水出すやつですね。で今日はちょっとこれをどういう風にうちが使ってるのかっていうのをセッティングしてみようと思います。はいこういうのがついてたり、こういう風を送ったり風を排出するダクトがついてる2本ついてます。はいこう大きさが違うんでこうやって収納が楽なんですけど、でこれは排出用だとここに取り付けができるのかな、こういう感じ、こうだね、こういう感じで、こういう風に取り付けて、下もこうやって取り付けて、こう伸びるから、これをこうやってさ空気を排出させる、こっちが空気を排出させるのと、こっちが空気を吸気、吸う方もあって、うわすいませんドレン水が残ってる。こっち側はここが吸気、でここが排気、ここから冷たい風が出てきます。でこれも実は伸ばすことができて、これを同じ排熱用のダクトが兼用になっちゃうんだけど、これをこうつけれて、こうだっけな、ここにこうやってつけそうすると、冷たい空気をこうスポットで送れる、これ結構便利だった。車の中でさ当てたいところに当てるっていうことができます。でプラス便利だなと思ったのがこれ、リモコン、リモコンがついてるんで、うちはこのクーラーをトランクの後ろの方にセッティングしてるんですけど、前からでもねこれで操作ができるから、これ便利です。ここはコードを収納できる感じになってます。ちょっと実際つけてみましょうか。これが電源なんですけど、これがねちょっと心配なのはめっちゃ熱くなるんだよこれ。なんかこのゴムがついてるから、多少まだ触れるんだけど、もうここ触れない。めっちゃ熱い。今も熱いから、ちょっと注意だよねここね。それ正常なんですか？正常。いろんな動画も見たんですけど、いろんな人の、みんな熱くなってるんで。でここにもね、ご使用の際は手で触れないでくださいって書いてあるから、っていうぐらい熱くなるのが普通なんじゃない？
ちょっとつけてみます。はい。長押しか。あ、長押しだ。お、なんて高級な音。なんかこれがうん。風。あ、これ温度16度で、今この雪のマークが冷房ですね。こうやってこれが送風、これ除湿、ナイトモードみたいな感じで分かれてます。もう出てきた、すぐ。ああ、本当だ。涼しい。ああ、腹から入ってきて涼しい。この音も42デシベルから56デシベルってことなんだけど、はい、まああんまりねちょっと分かりづらいよね、数値で言われてもね。うん。うわ、涼しい。まあでも夜中のキャンプ場とかだと、まあ、ちょっと気になると思うんで、まあ使用できて就寝タイムまで、そうだね、とかになるかな、キャンプ場だとね。涼しい。涼しい、めちゃくちゃ。すごい風強いね、風の強さも設定できるんで、分かりやすい、なんかこのシンプルなパネルっていうかね、なんか可愛いよね。かわいい。はい、こんな感じで動きます。はーい。で、うちがどうやってセッティングしてるかっていうのを、はい。ちょっと実際に戻してみようと思います。はい。車中泊で使ってた時の状態に一旦戻してみます。はーい。僕が考えついたのは、この排気、排気を、これ結構邪魔なのよ。こういう、まあこれ前だけど、まあね、後ろからこうやって伸ばすとすごい邪魔だなっていうのを前々から思ってて、その車の形状がみんな違うから、これができるとは限らないんですけど、後ろに設置場所はここです。お、上の段。はい。こんな感じでセッティングします。で、ここから排気されるんだけど、はい。この排気される空気はこう閉めた時にここ開くんだよね。はい。だからこう閉めて、ここからこう出てくる感じになります。冷やす方の吸気と排気とはこう遮断というか別にしたいんで、そうしないとね冷えないから、こっちも閉めて、完全にこれが、こっち側は外の空気が入って抜ける、向こう側は中の空気が入って抜けるっていう感じになります。はい。でこれもこっからお水もこっからこうやって垂らしてます。はい。それだけ。楽でしょ。いい位置じゃない？いい位置だよね。日が落ちちゃえばだいぶ快適。はい。でこういう炎天下だと、まあ入れるかなっていうぐらい。そうね。冷えたりはしない。だから最初にお伝えしてたみたいに、もう車のエアコンで冷えた状態からスタートすれば、まあマシかなっていう感じです。中のセッティングこんな感じになって、今スイッチつけました。でこうすると天井がもうここで、スイッチがここだから、こういうのもあってリモコンあったらめっちゃ便利だなっていう、こんな感じでリモコン。バッテリーここにあるんですけど、出力もだいたい300から400ワットぐらい。ハルピン、やばくないそれ？なんか51度になってる。あそこのちょうど日向のとこに置いてたら、おお、今50度。やばいよ。日向に立ってたらこれを浴びてるってことになる。本当だよね。はい、そんな感じでちょっとセッティングしてうちは使っております。これで
夜はね全然快適に使えるよね。うんただやっぱり今みたいな気温を維持することはできるかもしれないけど、冷やすっていうのはなかなか難しくて、2ヶ月前とかに検証動画やってるんですけど、その時はねまだ冷えたんですよ。こんな暑くなかったんで若干冷えたんだけど、まあそれでもやっぱ若干だよね、日中はね。結果としては冷房能力もちろん大事なんだけど、冷房能力よりもその車のとかテントの断熱能力とか遮熱能力の方が大事になってくるっていうのが結果かなって思います。そうですね、どんだけ冷やせてもさ、やっぱどんどん熱を蓄えていく力の方が強かったら冷えないから、だからね意外とテントとかの方が冷えたりするんだよね。フライシートとかってさ遮熱になってたりするじゃん。我が家も遮光のねテントとか遮光のタープ使ったりしてるから、まあ、そういうのプラスこれ使ったら結構すごい冷えると思うんですよ。だからちょっとそうやって工夫して使っていければいい買い物なんじゃないかなと思います。で今回の e-NO のポータブルエアコンも 1.7 キロ以上あるから、まあだいぶ強い方なんだよね。で価格も、まあ、高いんだけどクーポン出てたりとか割引もやってますので、まあ、ちょっと高い買い物ですけど、灼熱の車内を冷やそうっていう考えで買ってしまうと失敗したなってなるかもしれない。だからやっぱり夜寝る時テントの中とか除湿したいとかそういうのをね目的に使えたら便利なんじゃないかなと思います。ということで今日これから鎌倉の方にドライブに行きますので、まあ一応検証というか、鎌倉着いたら駐車場止めるんで、それまでこう車冷やしながら行くじゃん、エアコンで。到着したら一応全部カーテンしてエアコン回して出かけようかなと思います。それでね車内が何度まで上がっちゃうのか検証できたらなっていう感じなんですけど、希望は薄いな、こんなに暑かったら。なんかおすすめは森とか日陰とかでそのまま到着したら使ってると、案外やっぱり太陽が当たってないだけで効き目は上がるなっていう感じ。そうだよね、まあ今日行く場所はめっちゃ太陽当たる場所なんで、そう過酷な感じの検証になると思うんですけど、ちょっとやってみようと思います。ということで出発江ノ島にやってきました。人がいっぱい。人はいっぱいいますね久しぶりに夏の海岸。右手に見えますのが新江ノ島水族館でございます。江ノ島水族館の近くのこの交差点が江ノ島へ渡る道です。すごい。うわあ、お店の方もすごいじゃん。人がいっぱい。景色。富士山は見えないな。もうすぐ着きます。はい。なんかフリマやってたね。ね、キッチンカーとかお店とかすごい出てた。一回こうさ U ターンしてこないと入れないから。そうなんですよ。海沿いなんでね。ボタンを押して駐車券をお取りください。契約者の方はボタン。目の前が海でね、すごいいいとこなんですけど、結構いつも混むんですよね。
よ。にーにん。涼しいですか？ベータン。着いたよ。今ですね、こんな感じでちょっとエンジンまだついてるんですけど、断熱してこんな感じで中暗くなって、中が27度でエアコンをあっちつけました。エンジン切ります。こんな感じで、今27度なんで、これがどこまで保てるか。確かに。2個メリ連れてランチに行きたいと思います。はーい。これメリさん。メリさん。私がニニを背負います。どう？大丈夫？雨大丈夫よ。はね。い。道はわかるんかい？わかんないからセッティングしあ、ます。オッケー。じゃあカメラ持つ。ここもさっきのところから廃棄されてます。こんな感じで。で、水がここに垂れる感じで置いといてみます。到着です。到着しました。暑かったな。暑かった。これなんていうとこだっけ？美水。美水。鎌倉美水。うどんとしらすとかネギトロ丼のリーズナブルな方。安かったね。安かった。1100いくらだったんだよね。セットで。2個メリも中入れるし。そう、しかも優しいから水とか用意してくれる。来たよ。すこれで1100円くらいだっけ？めっちゃ安くない？ごい。すごい。天ぷらもある。どうぞ先食っていいよ。いいの？ネギトロ丼とうどん。肉うどんと天ぷらもついてて。へすごい。え。やばいの来ました。すごい。ネギトロ丼とつけざるうどん。これだよね。美味しい。ありがとうございました。2枚1000円です。うまい。熱くないの？ごちそうさまでした。こっち。はい、開きました。さあ、温度はお、25度。1度下がってます。むしろ嘘。すごい。めっちゃ涼しいじゃん。こんな灼熱だったのに。家じゃん、もはや。あ、やっぱキープはできるね。あ、涼しい。涼しい。よかったね。はるくん入っていいよ。やばい。家だ。家の温度だ。すごいです。26度。十分。こっち閉めとこうか。飲むか。やめた。はい。一回やっぱり冷やした状態で稼働させとくと結構効くっていうことですね。そうだね。うん。一からじゃなくて。力じゃなくて、でこう火をねしっかり遮った状態で。そうだね。全部うんこうしたしね、そう前も。こっちもねやってるから。なんか思ってたよりキープできました。なんか30度ぐらいになってると思った。ね、30度は超えるかと思ったんだけど。暑かったね。ね。駐車場出てきたんですけど、ででん。なんと2460円も駐車料金代がかかってしもた。
土日料金ってこと。青い海と太郎。帰りますか。汗べちょべちょですよ。あー、なんかいいね。海って青春だよね。ね。入りたい、泳ぎたい。もう全然人がいない。サーファーもいない。はい、帰りました。ただいまです。ただいま焼き鳥買って帰ってきました。暑かったね。やばかったね。あー汗いっぱいかいた。なんかちょっと行く時間間違えたかもしれない。午前中行くかうん夕方行くかの方が良かったんかもね。うん。暑かったね。でもあれだけしか外にいないのにさ、汗すごいことになって、背中がやばかった。うん、ポータブルクーラーの検証なんですけど、日中の35度ぐらいある日でもうん車内を車のクーラーで冷やしてからシェードをしてポータブルクーラーを回しておくと、なんとか温度を保てたかなっていう感じだったね。うん。涼しかったです。びっくりしたね。うん。なんかぶっちゃけ30度以上になってるかなと思ったんだけど、うん大成功でした。はい。はい。なのでやっぱり一番大事なのはこう日光をね遮ること、断熱をすることだと思うので、その辺を工夫しながら夏の車中泊とかキャンプに使えたらいいかなと思いますので、こうどんなポータブルエアコン買ったらいいかなとか、ぶっちゃけ使えるのかなとか悩んでる方がいたらちょっとでもね参考になってくれたら嬉しいなと思います。はい。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよならり。さよなら。斉藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またキャンプの動画も出しますので、はい。さよなら。さよならり。